こんにちは、きのっこです。今回の動画は工夫がすごい100均商品ということで厳選した100均商品7点をご紹介していきます。まずはセリアをはじめほとんどの100均で購入できるとにかく洗いやすい保存容器楽ちんパック。大きさはご飯1膳分が入る 90ml から 950ml まであり、容器の形も丸型や長方形など用途に合わせて選べるようになっています。蓋と容器の縁がフラットで溝がなく洗いやすいのはもちろんのこと、自然乾燥させる時に乾きやすいというメリットも。少しでも家事の負担を軽減したい主婦におすすめの商品。蓋が半透明の商品の方が開け閉めがしやすくておすすめです。今回購入してきた 950ml の大きめ容器は量が多めの作り置きでもしっかり入る大きさで愛用しています。次はダイソーのハム&ベーコンキーパー。開封したハムのパッケージをしっかり留めて保管することができる便利なアイデア食品収納グッズです。耐熱温度は100度、耐冷温度マイナス20度ですが、電子レンジの使用や冷凍保存はできないので注意が必要です。蓋の開け閉めは上部についている白いスライダーで行います。ハムは開封後一度に使い切るということがなかなかなく、そのままビニール袋の中に入れたり、ケースの中に入れたりして保管してるとハムの隅っこがカピカピになって硬くなってしまうことも。でもこのケースがあればハムをフレッシュなまま保存することができます。次はセリアで購入できる畳めるシリコーンロートミニ。色はホワイトとグレーの2色。全長7センチと小さめながらも工夫がすごいキッチングッズです。まず見ての通り蛇腹になっていて折りたたむことができるのでキッチンの収納を圧迫しません。また円柱ではなく四角柱の形をしていて、どういう原理かはわかりませんが液体を素早く注ぐことができるとのこと。素材はシリコーンゴムで耐熱温度120度、耐冷温度マイナス20度となっています。吊るして収納できるよう穴が開けられているのも便利。折りたたむ時ですが雑に折りたたんでもシリコーンなので壊れたりすることもなく、不器用さんでも難なく取り扱うことができます。そして次はセリアで購入できる包丁用の水切りトレー。洗いたての包丁をトレーの中に入れると安全に乾かすことができるという便利キッチングッズです。刃渡り22センチまでの包丁に対応。食器は洗った後自然乾燥させるという方にはとってもおすすめの商品です。私も食器は自然乾燥派ですが、包丁だけは洗ってすぐに水分を拭き取って収納するようにしていました。でもそれが手間でもあったので、包丁も安全に自然乾燥させることができるこの水切りトレーを使ってみることに。購入してきた商品は使う前にしっかり洗っていきます。とにかく洗いやすい保存容器は溝があるタッパー容器と比べて本当にとにかく洗いやすいです。ハム&ベーコンキーパーは広げると大きくって溝というか穴だらけなので、逆にこちらはちょっと洗いにくかったです。シリコーンのミニロートはシリコーンの匂いがするかなと不安でしたが、全く匂いはしませんでした。包丁の水切りトレーはプラスチックなので汚れたら塩素系漂白剤で気軽に除菌できて清潔に使えそうです。洗い終えたら乾くまで自然乾燥させます。我が家のタッパーはとにかく洗いやすい保存容器のみで揃えていて、キッチン収納棚の一番下の引き出しはタッパー収納空間となっています。今までマットなホワイトの蓋のものを使っていたのですが、半透明な蓋の方が開け閉めしやすいので、セリアやダイソーで徐々に買い替えている最中。タッパー収納については別動画でご紹介していますので、よろしければご覧ください。
そしてハムやベーコンの保管ですが、今まではセリアで購入したワンハンド収納ケースに入れて保管していました。ハムがすっぽり入る大きさのケースで出し入れが簡単で使いやすかったのですが、中の空間が大きくって、そして密閉ではないので、長期間ハムを使わなかったりすると、やっぱりハムが乾燥してしまうのが気になる点でした。あと、ハムから出る汁っぽいもので中が汚れてしまうことも多かったです。なので、開封したハムだけハム&ベーコンキーパーで保管することに。ハムを挟むときに上下と向きが決まっていて、ハムで盛り上がっている方を上に、スライダーがある方にハムの開封口を合わせて、ギュッと挟んでスライダーで固定させます。完全密閉ではありませんが、パッケージの四方がしっかり固定されて、綺麗な形で空気を遮断してハムの乾燥を防いでくれます。冷蔵庫で保管するときは立てて保管することもできますが、立てるとハムの汁で枠が汚れてしまうことがあるので、できれば横にして保管がベスト。薄いケースなのでちょっとした隙間でもスッと入れ込むことができます。またケースが黄色いので見分けがつきやすくって、朝の眠くて目が開かなくて全てがぼーっと見える時間でも冷蔵庫の中で見つけやすくって便利です。さて、こちらは私が今まで使っていたステンレスのロート。受け口が大きめなのは使いやすいのですが、それゆえに重心が取りづらく、しかも持ち手がないのでぐらつきがち。液体を注ぐときも指で支えなければならず、熱い液体だとやけど寸前なんてことも多かったです。でもセリアのミニシリコンロートなら、ペットボトルの口にピタッと入ってぐらつくこともなく、つまみもあるので安全。入れたての熱めのお茶をペットボトルに移したい時でもこぼれることなく安全に注ぐことができます。ミニサイズですが液体の流れもよくスルスルっと入っていく感じ。撮影に夢中でこぼれているのに気づきませんでした。使い終わった後もお茶ぐらいなら軽くすすぐだけで綺麗になるから楽だし、引っ掛けて浮かし収納ができるのも便利ポイント。折りたためばほんの少しの隙間でも収納できるし、本当に工夫が盛りだくさんで使いやすいキッチンアイテムでおすすめです。そして同じくセリアで購入した包丁水切りケースですが、水切りかごに引っ掛けられるようにパーツが付属しているので、それを本体へつけて、いつも使っている無印の水切りかごへセット。我が家の包丁は大きめの刃渡り18センチなのですが、すっぽり包み込んでくれる深さで安心感があります。外に出てる包丁の柄に腕を引っ掛けてしまうかもという心配もありましたが、柄と刃の境目がケースの端に引っかかるようになっていて、落下を防止してくれる構造なので大丈夫そうでした。ただお子様がいるご家庭ですと包丁の出しっぱなしは危ないので、すぐにしまった方が安全です。包丁以外にも菜箸やターナー、調理スプーンなどの水切りケースとしても使えて便利。お玉は幅が足りずに残念ながら無理でした。そして商品紹介の続きです。ダイソーで排水口ゴミキャッチシートというアイデア商品を見つけました。排水口のゴミ受けに敷くだけで油汚れや細かい汚れをキャッチして排水口や排水パイプをきれいに保ってくれるという商品です。中身はストレーナーにフィットするような丸い形でつまみ付き。5枚入りで1枚あたり22円。かなり分厚い不織布でできています。こちらは調理の後に残った油っぽい汁。量が多いとペーパーで全部を吸い取ることができないので、排水口に流すしかありません。
でも流すと汚れの後始末が大変。そんな時に役立ってくれるのがこの商品。水切りネットとストレーナーの間に敷いて使います。でも間に敷くのが面倒だったので、そのまま上に乗せて使ってみました。ここからは辛口評価になりますので、苦手な方はご注意ください。油っぽい汁を流してみましたが、流れがよくありません。油の吸収もあまり良くないように感じました。水で流すと汚れがそのまま下に流れていっているのが見えます。上に敷いて使ったのが悪かったのか、結局片付けが大変になるという結果に。その後、ちゃんと下に敷いて使って、豚肉の油抜きをした汁を流してみましたが、油を吸収してくれている雰囲気は感じられませんでした。5枚入りで22円のコスパの悪さも気になるところ。期待通りにはいきませんでしたが、多少は汚れを軽減してくれている気がするので、コストが気にならないのであれば、使ってみる価値はあるのかなと思いました。結局、油っぽい汁はキッチンペーパーや新聞へ吸収させるのが一番エコで後片付けが楽だなぁと実感してしまったひとときでした。辛口レビューはここまで。最後はダイソーで購入できるおすすめのタオル2種をご紹介します。フェイスタオルホワイトという商品と、柔らか無粘紙タオルという商品。どちらも天然コットン 100% でできたフェイスタオルです。フェイスタオルホワイトは今回リピ買いしてきました。100円という安価なタオルですが、厚みはありませんが、水分をしっかり素早く吸収してくれるので、お風呂用タオルとして愛用しています。柔らか無粘紙タオルはフェイスタオルホワイトより長さが3センチ短いタオル。でもその短さは全然気にならない使用感です。糸が小よりのようによられていないので、とってもふわふわで柔らかい触り心地のタオル。糸部分を拡大するとこんな感じで、糸のねじれがないので空気を含んでふわふわです。色は無粘紙タオルは優しいベージュ色。どちらのタオルも綿 100% で吸水性よくおすすめですが、私はどちらかといえば昭和時代の古い人間なので、ちょっとごわっとした使い心地のフェイスタオルホワイトが好きだったりします。ふわふわな柔らか無粘紙タオルはお肌が敏感な方やお子様におすすめ。使う前は一度お洗濯してから使いますが、お洗濯を繰り返してもほつれが少なく、耐久性も問題なしで、安くて品質が良くってガンガン使えるおすすめ商品となっています。以上、工夫がすごい100均商品7選でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いできるようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、きのっこでした。